皆さんこんにちは、えっちゃりんこです。いつもご視聴ありがとうございます。前回からの動画の続きで娘たちが帰国した様子をお届けします。指宿や知覧に行ってきましたので、最後までどうぞお楽しみください。今回はレンタカーで5人揃って出かけました。鹿児島市内から車で約1時間、指宿市に向かいます。指宿は海岸沿い5キロにわたって温泉が湧き出る温泉郷。特に砂蒸し温泉は300年以上前から伝わる珍しいお風呂です。やってきたのは休暇村指宿。こちらで砂蒸し温泉を体験します。専用のサムエに着替え、砂が髪につかないようにタオルを巻いて砂の中に入ります。体験時間は10分から15分が適当。無理せずきつくなったら砂から出ます。砂蒸し風呂の後には砂と汗を洗い流して一般的な温泉に浸かります。次に向かったのは知覧です。歴史的な背景と自然の美しさが融合した町です。お茶の産地としても有名です。温泉の後はみんな腹ペコ。武家屋敷近くにあるそば茶屋吹上庵でランチです。鹿児島県でいくつもお店がある人気のそば屋さんです。メニューも豊富でうどんもあります。私たちはお蕎麦や天ぷらなどをいただきました。さあやってきたのは知覧武家屋敷。江戸時代武家屋敷が並んでいた全長700メートルの通りがあります。こちらで入園料を払うと一般公開されている7つの庭園を見ることができます。7つの庭園のうち水を使った池泉式庭園はこちらだけ。他はすべて枯山水式です。地区内は石垣で屋敷が区切られ、整然と続く石垣と生垣の間に門があります。石垣は四角い切り石の方が丸石のものよりも格式が高い家のものだということです。手入れの行き届いた石垣と生垣がどこまでも連なっています。生垣には犬巻とお茶の木が使われているそうです。お茶の産地知覧ならではですね。江戸時代の薩摩藩は他の藩に比べて武士の人数が多く、人口の4分の1が武士でした。そのため本城である鶴丸城の近くに全ての武士を住まわせるのではなく、領土の各地に麓と呼ばれる侍の集落を配置し、守りを固めていました。江戸時代末の領内には120カ所もの麓があったそうです。そして現在もこの知覧の武家屋敷のように県内各地にいくつか保存されています。1時間以上かけてゆっくりとお庭を見学させてもらいました。さあ次は車で約6分、知覧特攻平和会館へ向かいます。太平洋戦争末期、知覧には陸軍の特攻基地が置かれていました。ここから若者たちが飛び立っていきました。彼らの遺影・遺品など貴重な資料が展示されています。さあ次女とニックにとってはラスト2日です。次女の好きなものばかりを食べ歩きしました。
鹿児島の黒豚専門店123でとんかつをいただきました。そして最終日、中央駅近くのパン屋さんべっからい探検へ。種類も豊富でどれもみんな美味しいです。スイーツやおうどんも食べて大満足。では今日はこの辺でパート3に続きます。またね。